こんにちは。黒歴史満載年齢不詳エターナル JK のゆりきちゃんです。今日は職業体験したいなって思ってスタートアップカンパニーっていう会社を立ち上げられるゲームあるらしいんで、ちょっとそれやってこうかなって思います。じゃあ早速やっていこうと思うんですけど、今回は職業訓練なんであんまり現実味がね濃いと仕事ってすごい嫌だなって思っちゃうと思うんで、ちょっとお金無尽蔵な感じで何でも使い放題みたいなね、ゆとりのある環境でちょっと職業体験をしていきたいと思ってます。まず会社名なんだけど、会社名はじゃあ株式会社黒歴史、株式会社黒歴史にしましょう。次にゲーム設定なんですけど、開始時の CEO の年齢、これ18歳からしか選べないんで、18歳にしましょうか。で、次に CEO のカレーを無効化、これは無効にしましょうね。私エターナル JK なんでね。でそれから従業員のカレーを無効化、これは他の人には年取ってもらいましょうか。私だけのねJK のバリをねいつまでも保っておきたいんで、皆さんには年取ってもらいます。開始時の資金なんですけど、これはちょっと制限あると副業訓練のね性質上ね、胃が痛くなっちゃったらね就業意欲がねそがれちゃうんで、マックスでいこうと思います。9999、これ50億円しかできないみたいなんで、全ての要素はアンロック済み。じゃあ次にウェブサイトの名前入力してください。これ何にしようかな。なんかすごい業種がいろいろあるんですよね。出会い系サイト、やっぱ JK はときめき出会いが必要だと思うんで、出会い系サイトにしましょうか。ウェブサイトの名前、出会い系サイトといえばいいんだ、そのまま使うわけにはいかないんで、チンダーでまずなんか物件を選ぶみたいですね。最初はやっぱちっちゃいところで慣れてからの方がいいですよね、きっと。この左下にあるダウンタウンウエストブリッジストーリー、なんか見切れてるけどこれ書いてありますね。まずオフィスを作ることから始めましょう。ダウンタウンウエストブリッジストリート4番地で事務所を借りることをお勧めします。というわけでオフィス借りたんで早速ね作っていこうと思います。購入メニューから CEO の席、つまり私の席ですね、選んでいこうと思います。なんかね重役っぽい机があったんでこれにします。配置しましょう。これでなんかね従業員を探すことができるらしいんですよ。いろいろ職種があるんですけど、じゃあちょっとオファーを送りましょう。月給を最初に送るんですね。でメモリをいじって月給をね、ドル換算なんだよな、500 気分を害して交渉やめました。切れた500ドルでオファー出したら切れられましたね。これ給与のメモリがスタート0なんですけど、0いけんのかな。0でそりゃ怒るよなっていう感じですよね。転職したいのにお金は払わないけど弊社で働いてくださいみたいなオファー来たら怒りますよね、普通はね。とりあえず従業員の方をたくさん雇ったんで、従業員用の机を配置していきましょう。ちょっとねサボられたら嫌だからね、画面が見えるこの辺りに行きましょうね。めちゃくちゃ従業員雇ったんだけど、実は雇ってからもう30何日とか経っちゃってるんですよね。30何日間彼らは自宅待機になってる人もいるみたいなかわいそう。ということで一応ね従業員たくさん雇ったんでみんな働かせてみたんですけど、私待機中で何もしてないんですよね。それは置いといて、とりあえずみんな仕事してます。私の前にいる人たちはね絶対サボれないでしょうね。こんな偉い人にねずっと画面見られながら仕事してるなんてね、
めちゃくちゃストレスでしょ。まあサボれませんよね。頑張って働いて。いろんな人を雇ったんですけど、マネージャーっていうのが計画を立てて他の人に指示振りできるみたいなんですよ。なのでちょっと指示振りをする計画を作っていきたいと思います。ちょっとよくわかんないんで見れる人だけ見てもらって、それからねどういう風にその出会い系サイトを構築していくかっていう部品を作っていけるみたいなんですよ。なので生産計画を作っていきたいと思います。目標額これ単位がよくわかんないんだけど、とりあえずね全部999って入れていきましょうか。まあたくさん作っとけばね、なんかあった時になんとかなるでしょう。お金もたくさんあるから作れるだけ作ってもらいましょう。ここに全部999って入れてるってことは、この数字をいきなりこれ作っといてねって言って999投げられるってことなんですよ。まあね、お給料高かったからそれくらいはやってほしいですよね。いい感じにみんな働いてますね。仕事してていいね。なんか中級者デスクがふさわしいとか言ってるけど、この人は初心者なんですけどね、傲慢ですね。こいつなんか2ヶ月も経ってないのに病欠しやがった。しかも私の後ろの席のやつや。こいつ仕事が恐ろしく退屈とか言ってるんですけど、この人サポートデスクで入ったんですけど、構築されたサイトがないんでサポートに問い合わせてくるお客さんがいないので、まあ暇なのはしょうがないです。退屈なのは当然ですね。つまりなんですけど、この人仕事がない状態で1日8時間ずっとデスクに座ってろって言われてるんですよ。でもやることないからずっと座ってなきゃいけなくてっていうのがもうずっと続いてるんですよ。かわいそうに。でももう雇っちゃったからにはちょっと座っててもらわないと、休んだらその分は給料は低いんで、ちょっと頑張って働いてもらいましょう。仕事ないけど。会社の看板がないことに気がついたんで、なんかアイテムでねアルファベット置けるみたいなんで、サイトの名前を飾っときましょうか。チンダーって、私たちはチンダーで働いていますっていうねことを胸を張って言っていただきたいなって思うんですよ。あの人たちチンダーで働いてるんだっていう風に通行人の方も温かい目で見てくれると思います。こいつ私の目の前で私の悪口言ってる見てるからな私。この人指示待ちで仕事が恐ろしく退屈。そんなに退屈ならやめてもいいんだよ。というわけでとりあえずサイトをね解説しましたわ。ランディングページと動画機能と画像アップロード機能の3つを公式サイトに搭載しました。ただこれしか機能ないんで、出会い系サイトなんですけどチャットできないってことですよね。動画や画像は閲覧できると。どういう使い方するんでしょうかね。私にはちょっとわかんないですね。 JK なんで。従業員を増やしていったら手狭になっちゃったんで、ちょっと新しいオフィスに引っ越しましょうか。広いところがあるんでそこにしましょう。はい、というわけで引っ越してきました。めちゃくちゃ広い。ここだったらいろんなことできそうですね。頑張ろうみんな。とりあえず模様替えしましょうか。社長室がなかったんで社長室作りましょう。壁で囲ってこの部分が社長室ですね。はい、社長室が完成しました。じゃあね早速見ていきましょうか。この従業員がねひしめき合う活気ある職場をねガラス越しに眺めることができる広い社長室ですね。ゲームをすることもできるんです。従業員の人たちからはゲームしてるところ丸見えなんですけど CEO なんで許されますよねきっと。でやっぱテレビ見ながら仕事をしたいんで横にテレビを置きました。あと喉乾くしなんかお腹空いたりするだろうから自販機とウォーターサーバーも置きました。もう最高ですね。こんなところで仕事できるような将来期待したいですね。サイトのアナリティクスを見てるんですけどオンラインユーザーが10何人しかいなくて新規訪問者もゼロなんですよね。このサイト大丈夫なのかな。まあいっか。対応待ちのサポートチケットはありません。頑張ってますね。ありがとうございます。
ユーザーが少ないだけなんですけど、アウトソーシング責任者っていう人を雇ったら請負で他の会社さんのものを作ってお金稼げるみたいなんで、どんどんオファーを送って仕事をもらってきましょう。うちでやります、これもうちでやります、これもうちでやります。めちゃくちゃ請け負ってきたんで、これでもう仕事がたくさん、やりがいのある職場って感じになりました。ちょっと皆さんには頑張ってもらいましょう。なんかちらほら期限に間に合わなくて違約金払ってるのこれ。君たちなんで期限内に仕事を終わらせてくれないの？こんなに人たくさんいるのに期限に仕事が終わってない。なんでですか？なぜ終わらなかったんですか？こんなにたくさん人がいるのになんで期限内に仕事が終わらなかったんですか？仕事が全然追いついてないんで、人事マネージャー、人事チームはね、勤務時間を調整できるみたいなので、朝5時から22時まで仕事。こいつら社長室のゲーム機とか勝手に使ってる。そういう態度を取るんだったらね、私も出るとこ出ますよ。私は家に帰って私の部屋に置いてあったものは全部撤去しましょうか。勝手に使われちゃうんで家で楽しみます。進捗のバーがバグっちゃって仕事してるように見えて、この人たち全然仕事してなかったみたいなんですよ。サボってるよね。しかもなんかすげえ不平不満を口にしている。バカな上司は大嫌いだから。私は見ているよ、みんなのことを。いいよ、仕事しないし文句言うんだったらもう解雇でいいですよ。みんな解雇。実績をロックしました。花火従業員10名を解雇する。なんか変な実績が解除された。人いないのにずっとパソコンの画面が切り替わってますね。こいつらやっぱり仕事してなかっただろう。そうやって仕事をしているふりをしてたんだな、ずっと。ひどいですね、この会社。ということで、まだ JK には会社経営は厳しいっていうことが分かりました。この経験を踏まえて今後こういうことにならないように頑張って勉強したいと思います。それじゃあ動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いしますね。おつぴよー。